どうも皆さん、カイトです。オーバーロードの 2D アクション、オーバーロードエスケープフロムナザリックをご存知でしょうか。こちらは2022年6月16日に Nintendo Switch と Steam でリリースされたゲームになります。早速ラストまでクリアしたんですけど、オバロ好きにはたまらないメトロイドバニアでしたね。アニメベースのオーバーロードで一気に登場した敵役クレマンティーヌが主人公。ナザリック地下大墳墓を脱出するためにダンジョンを攻略していく感じですね。メトロイドバニアということで探索要素とアクションがミックスされており、結構面白かったです。今回はオーバーロードエスケープフロムナザリックという作品をできるだけコンパクトに紹介します。では早速やっていきましょう。まずオーバーロードエスケープフロムナザリックってなんじゃいって方に簡単に説明すると、丸山久金先生が2010年に小説投稿サイトアルカディアで連載を開始し、2012年に小説家になろうでも掲載、そして2014年12月まで掲載していたオーバーロードが原作で、 VRMMORPG ユグドラシルがサービスを終了を迎える時にゲーム内で栄光を誇っていたギルドアインズ・ウール・ゴーンのメンバーで、最後のプレイヤーのモモンガは終了を待っていました。終了が来たと思ったら終了せずにそのままナザリック地下大墳墓は異世界に転移。そこで世界征服、いや別のプレイヤーがいるかもしれないという不安を拭い去るために階層守護者と共に行動を開始するお話です。書籍版が2012年7月30日に1巻が発売されて以降、こちらにシフトしているのも特徴ですね。ちなみに現在期間16巻まで発売されています。ゲームは書籍版のアニメがベースで、一気に登場した難敵クレマンティーヌが主役です。個人的に好みというか結城葵さん最高すぎる。オーバーロードエスケープフロムナザリックではアニメ忠実再現でのアインズと対峙した時のサバオリでやられるところから本来は終わりなんですけど、ここからオリジナルストーリーで続きがあり、アインズに記憶を奪われたクレマンティーヌが地下大墳墓の最下層に放り込まれて、階層守護者やプレイヤーデスと戦いながら元々の身体スキルを生かし脱出を試みます。ジャンルとしてはメトロイドバニアアクションで、ゲームでも銘打ってるパルクールアクションを駆使しながらの探索。ざっくりと説明するとこんな感じ。そしてこのゲームのおすすめのポイントになるんですけど、クレマンティーヌを操作できる楽しみ、これの一点につきます。パン冥利でイカレっぷりを操作できるだけでお腹いっぱいなんですよね。操作としては武器はメインウェポンでのスティーレットを中心に、サブウェポン、モーニングスターの3種類で、魔法は炎、雷、氷の3種類の切り替えでのダンジョン突破が要求されます。この辺りはロードストー戦記ディートリット・イン・ワンダー・ラビリンスとタイプが似てますね。スキルも能力向上、流水加速などの武器による前作再現もテンション上がります。ここの結城葵さんボイスがいいです。マジでいいです。ダンジョン内はパルクールアクション、特にモーニングスターを使っての爽快な移動は慣れてくると楽しいのと、壁やトラップを突破しながらフロアボスを目指します。クレマンティーヌと敵たちの会話は脳内再生で色々と想像できたのも楽しみの一つでした。武器も色々な種類があるのと同時にマナを使って強化できる泉なども充実しておって、武器集めをはじめスキル集め、そして記憶集めなどのやり込み要素もあります。階層守護者やプレイヤーデスも 2D ドットでの再現度は高くて、シャルティアの異質な感じからコキュートスの武人感、ナーベの技の出し方などファンにはたまりませんでした。ここのお風呂場のステージはアニメ見てないと全くの意味不明なのもこだわってました。これだけでもやる価値ありです。次に気になるポイントが2つほどあるんですけど、1、オバロのアニメを見ていないと話にならない。率直な感想としては、オーバーロードを3期まで見ていないと感情移入できないなと感じ取られました。主人公のクレマンティーヌしかり、アインズのセリフの節々、さらには登場ボスたちのやり取りなどを見ている前提で物事が進んでいきます。鑑賞している人であればめちゃくちゃ想像しながら楽しめるんですけど、単体のメトロイドバニアとしてプレイするのであれば絶対にアニメを見るべきです。2、ゲーム難易度の物足りなさ。2つ目としてはノーマルでもハードでもサクサク進めてしまう難易度です。序盤では少し苦労するかもしれませんが、武器を一点集中でマックス近い強化がすぐできてしまい、簡単にゴリ押しクレマン完成します。特にパルクールに必要なモーニングスターをゲットして速攻で強化したら、中盤まではこれ1本でいけるのがこのゲーム。クレマン最高かよ。また流水加速という超スローモーションスキルを得得したらボスでさえ瞬殺できてしまうので、使わない縛りをした方が3倍楽しめます。こんな感じですが、結城葵さんボイス聞けるので御の字なスキル。
最後にまとめになるんですけど、オーバーロードが好きでアクションゲームが得意な方はぜひプレイしてほしいのがオーバーロードエスケープフロムナザリック。アニメを見てなくてもロード総天気のゲーム性能での魔法切り替え突破や即死トラップでのリスポーン、さらには記憶を集めての収集要素などが面白いですが、アニメを見ていた方が2倍3倍も楽しめるのも事実。良ければ皆さんもクレマンティーヌのその後の世界観を楽しんでみてください。きっとなんでフルポイズじゃないねんと思いながらも無駄にスキルでの疾風走破を耳にタコができるぐらいに聞くことになりますよ。このチャンネルではインディーズ作品を中心におすすめのゲームを一通りクリアして紹介しております。少しでも参考になった方がいればチャンネル登録や高評価をしていただけると幸いです。ではではまたの機会に。カイトでした。